はい、皆さんこんにちは。今回制作したのが 430MHz、木損単スタイルのアンテナですね。結構小さいです。こんな感じですね。先に性能ですが、こんな感じでですね、前回の、ゴエレヤギと同じように地上のレピーターに向けてみました。ゴエレで S5 でしたが、このアンテナの場合ですね、簡易的な反射機を入れたとはいえ、S メーターがですね6を超えてきたので、この辺はかなりのものではないでしょうか。ダイヤモンドのですね、長さが1メートルある、結構受信感度の良いホイップアンテナの、NR770H ですねをベランダに設置したときに、S3 くらいでしたので、倍は S が降ってきていると言えますね。ではですね、どういう作りか紹介していきます。まずエレメントの部分になります。上がラジエーターエレメント、下がですねリフレクターエレメントになります。たまたま持ち合わせていた内径、5mm のパイプで、上下のですねエレメントを固定することにしましたが、寸法が不足なので、同軸の外皮を間に挟んで固定してみました。でこれをですね同じ作りで4個準備します。塩ビパイプも持ち合わせのもので、上から 3mm ほど開けて穴を開け、同じくですね 95mm 下にも穴を開けます。これも4方向開けておきます。エレメントのユニットを4個差し込むとこんな感じになりますね。同軸ケーブルの75オーム2個と50オーム1個を、次の長さで用意します。この同軸の組み合わせでインピーダンスを合わせるので、計算上はですね4分の1波長が紹介されていましたが、今回の制作では短縮率が加わり6分の1波長になります。でいよいよ配線なんですが、2の長さの同軸に先のですね75オームの同軸を並列に接続し、塩ビパイプの中をですね抜けてきて、1本は B のエレメントにハンダ付けで、つなぎます。もう1本の75オームは50オームの同軸に同じくつなぎます。50オームの同軸は U ターンしてきて A のエレメントの給電点につなぎます。各上下のですねエレメントは塩ビパイプに 2,3mm 差し込んであるだけなんですが、2mm のドリルでほがして2mm のアルミパイプを差し込んでいるので、少しはですねきついので抜けないようです。で最後に2の長さの50オームの同軸には M 型コネクタをつけておきました。それで SWR 系につないだ様子になりますが、まずは直接つないだ場合で、黄色い三角マークがアマチュアバンドの中心ぐらいで 434.2MHz SWR1.2 になります。425MHz あたりから 445MHz あたりまでが SWR1.5 以内に収まっています。外部というか
ベランダに出している同軸にですねつないだ場合ですね。この場合下の方が広がって、中心の SWR が波打っているのですが、それでも SWR1.3 以内には収まっていたので良いのではないでしょうか。あと車用ですね、車用の5メートルの同時ケーブルも手持ちのつないでみました。435MHz より上限がほぼ SWR1.15 以内です。というか下の方もですねほぼ 1.2 以内で 420MHz あたりからようやく SWR が上がっていくようで、これがですね一番成績が良かったんですよね。で、何が言いたいかと言いますと、同時期の日回しでですね状態が変化しやすいものですから、ここがですねネックといえばネックと言えるのではないかということですね。はい、そういうことで今回はですね 430MHz のモクソンターンスタイルアンテナの製作実験ということでお送りしました。今回のですねアンテナは衛星通信に使えないかなという発想がですね始まりで、近いうちに 145MHz のモクソンターンスタイルも手掛けてみたいなと思っています。2つ揃えばですね衛星通信できるかもしれません。そういうわけで今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。Have a nice day.